にちは、みすずです。丸ごとかぼちゃにふんわりジューシーな肉種を詰め込んだ秋のごちそう、かぼちゃの肉詰めをご紹介します。材料はこちらです。今回豚ひき肉を使っていますが、牛でも合いびきでもお好きなものを使ってください。坊ちゃんかぼちゃは大きめのものを使用しています。オートミールはパン粉の代わりに使っていますが、苦手な方は量を減らすか、もしくはパン粉で代用してください。チーズはなしでも作れます。豆乳の代わりに牛乳やヨーグルトを使ってもいいです。オリーブオイルは他のオイルに変えたり、バターを使ってもいいですよ。今回使用したのは坊ちゃんかぼちゃを2個。それぞれ 550g ほどの少し大きめのサイズを使っています。小玉かぼちゃは品種や時期によって大きさにばらつきがありますが、500から 600g ぐらいのかぼちゃを使うと、このレシピ分量でちょうどよく仕上がります。オートミールはインスタントオーツ、クイックオーツが混ざりやすくておすすめ。パン粉の代わりにオートミールを使うことによって若干低糖質になるのと、オートミールが水分を吸うのでふんわりジューシーな仕上がりになるのが特徴。食物繊維やミネラルも豊富で、ちょっとヘルシーに仕上げたい時におすすめですよ。では作り方です。玉ねぎとニンニクはみじん切りにします。フライパンをしっかり熱してオリーブオイルを入れ、まずは玉ねぎを炒めます。フライパン全体に広げて、あまり触らずたまに混ぜながら加熱。玉ねぎがしんなりしてきたらニンニクを加えてさらに炒めます。途中焦げ付きそうになったら分量外の水を加え、鍋底からこびりつきをこそげ取りつつ炒めます。玉ねぎが全体茶色くなれば出来上がりです。皿などに取り出して冷ましておきます。かぼちゃを固めに加熱します。2パターンご紹介しますね。まずは電子レンジを使う場合、かぼちゃをラップで包みます。600W で4分。このままだと上と下で加熱ムラができるので、途中で上下を返します。残りの時間加熱します。かぼちゃがとっても熱くなっているので、裏返す時も取り出す時も気をつけてください。鍋で蒸す場合、適当な量の水と蒸しラックを入れ、蓋をして火にかけます。お湯が沸いたらかぼちゃを入れて蓋をします。弱め中火で9分程度。電子レンジの場合も鍋の場合も、使用するかぼちゃのサイズが小さい場合は加熱時間を減らしてください。こちらもやけどに気をつけて取り出します。かぼちゃの上部を切り落とします。スプーンでくり抜きます。この時、硬いようならもう少し加熱してください。種と綿をスプーンで取り除きます。かぼちゃの底や外側の皮に穴を開けないように注意。ちなみにもう一つのかぼちゃなのですが、斜めに切ってしまって失敗。中央に穴が開いてしまいましたが、このまま使います。もう一つも同様にくり抜きます。かぼちゃの器が2つ出来上がりました。くり抜いたかぼちゃも中に詰めるのに使います。オーブンの天板にオーブンシートを敷いてかぼちゃを並べます。皮にオリーブオイルを塗ります。上部の切り口の部分にも塗ります。くり抜いたかぼちゃのうち半量をかぼちゃの底に詰めます。切り落とした上部も一緒に焼きたいので、こちらも両面にオリーブオイルを塗ります。ここでオーブンに予熱を入れましょう。230度に予熱します。ひき肉種を作りましょう。ひき肉に塩を加えます。よくこねます。残りの材料を入れましょう。オートミール、炒めた玉ねぎ、チーズ、豆乳。よく混ぜます。ひき肉種をパタパタとして空気を抜いてかぼちゃの中にぎゅっと詰めます。均等に分け入れます。くり抜いたかぼちゃの余りも一緒に焼いちゃいましょう。こちらにもオリーブオイルを塗ります。かぼちゃ自体に全く味がついてないので、ここで塩を振っておきましょう。飾りでマヨネーズを絞りかけます。苦手な方はなしにしてください。トマトケチャップでも美味しいですよ。オーブンに入れて焼きましょう。230度で25分。その後200度に下げて15分。トータルで40分焼きます。焼き上がりました。とっても良い香りがしています。やけどに気をつけて取り出してください。こんがりよく焼けてますね。かぼちゃの良い香りがしています。オーブンシートの中央を切っておくとシートごと持ち上げられるので楽に取り出せますよ。胡椒を削りかけます。お皿に盛って出来上がりです。丸ごとかぼちゃの肉詰めが完成しました。ちょっと切ってみますね。かぼちゃを一度茹でてから焼いているのでとっても柔らかです。
かぼちゃの甘みとひき肉の肉汁が混ざり合って大満足の一皿ですよ。オートミールは焼きたては特に主張します。苦手な方はあらかじめ減らすか、豆乳もしくは牛乳でふやかしてから加えると、オートミールの風味が少し和らぎます。オートミールでふんわり熱々。秋の食卓に見た目も可愛い一品をぜひどうぞ。断面はこんな感じです。ご覧いただきありがとうございました。詳しいレシピはブログに書いてますので、概要欄にリンクを貼っておきます。そちらも見てくださると嬉しいです。楽しんでいただけたら高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。みすずでした。